はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギギってる山ちゃんと申します。今回は Steam で今後発売予定のコープ協力プレイができる面白そうな作品を紹介していきます。仲のいい友達や家族とワイワイ言いながら協力して同じ目標に向かって進んでいく、そんなコープ協力プレイが面白い作品をピックアップ。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたの役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにトライブズ・オブ・ミッドガルド、2021年7月27日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は20831人、販売価格は2050円、最大10人で協力プレイが可能。個人的にはかなり注目している作品です。伝説のバイキングとなる協力型のサバイバル RPG、 北欧神話をモチーフとしており、予言にある世界の終末ラグナロクの到来を阻止すべく襲い来る巨人たちに抵抗するアクションサバイバル RPG。 ソロまたは最大10人のプレイヤーと部族となり、強力な武器や鎧を作成し巨人に立ち向かうといった内容。ゲーム開始時は荒野で生き残る術を確保するところからスタート。世界の中心に位置するユグドラシの種を守ることが第一の目標となります。夜に襲い来るヘルシングや巨人ユトゥンからユグドラシの種を守りきり、昼は冒険に出かけモンスターを倒し、装備やバイキングの集落の強化を行う。最大10人の協力プレイに対応しており、資源をみんなで集めたり進撃してくる巨人と戦ったり、雰囲気的には10人で遊べるバルヘイムといった印象を受けますね。リリースは今のところ Steam と PS4、PS5 となっています。トライブズ・オブ・ミッドガルドは最大10人で協力プレイが可能な2021年7月27日リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・アセント、2021年7月30日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は33,368人。先日7月の後半のゲーム紹介した時は9000人後半ぐらいやったんで急上昇しましたね。販売価格は3980円。最大4人で協力プレイが可能。サイバーパンクなアクション RPG。 舞台は銀河中からやってきた多彩な種族が暮らしている未来都市ビールス。この街の全ての市民や資産、経済活動が大企業ザ・アセントグループに支配されたディストピアと化していた。ライバル企業の工作により突如として都市機能が停止するという事件が起き、企業に囚われた労働者である主人公も防衛のために戦いに動員されることに。プレイヤーはなぜアセントが崩壊を起こし、この戦いが勃発したのか明らかにするために戦い始める。戦闘はリアルタイムで進行し、ハイテク武器を置いた派手な戦闘が特徴となっています。ソロのほか最大4人で遊べるコーププレイヤー、サイバーウェアにある身体改造で自分の戦闘スタイルに合わせてカスタマイズも可能。深層のスラム街から上層の上流階級住宅まで様々な環境を探索して遊び応えはありそうな作品です。本作は定額制ゲーム遊び放題サービス Xbox ゲームパスの対象作品ですので、発売日から遊ぶことができます。ブログでね Xbox ゲームパスをお得に利用する方法を詳しく解説していますので、ご興味ある方はチェックしてみてください。ザ・アセントは最大4人で協力プレイが可能。2021年7月30日リリース予定、日本語対応の作品です。サージョンシミュレーター2、2021年9月2日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は673人、最大4人で協力プレイが可能。爆笑バカゲー手術シミュレーター、2013年にリリースされたはちゃめちゃなゲームプレイで話題となったサージョンシミュレーターの続編。物理演算を駆使した外科手術シミュレーターで、プレイヤーは外科医見習いとして腕を振るう。運ばれてくる患者は一般人から大統領、果ては宇宙人まで登場。手術道具であるメス、ノコギリ、ハンマーなどを駆使して飛び出す臓器、すぐに取れる患者の手足など様々なドタバタ困難を乗り越えて患者を救うといった作品です。本作では作成モードが追加され、古代のお寺、遊園地、宇宙船、自分の好きなように医療施設を作成することもできるみたいです。サージョンシミュレーター2は最大4人で協力プレイが可能な爆笑バカ系手術シミュレーター、2021年9月2日リリース予定、日本語対応の作品です。バック・フォー・ブラッド、2021年10月13日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は82,891人、販売価格は8580円、最大4人で協力プレイが可能。レフト・フォー・デッドシリーズの制作陣が新たに送るスリリングな協力型 FPS バック・フォー・ブラッド。人類のほとんどが殺されるか、人間の死体を宿主として繁殖する殺人的な寄生虫デビルアームに感染しているという壊滅的な世界が舞台。
プレイヤーは免疫を持った生存者であるクリーナーの一人となり、人類が絶滅の危機に瀕する中、寄生虫感染の原因となるゾンビリデンから世界を取り戻すために戦います。8名のカスタマイズ可能なクリーナーズ、そして多彩な武器やアイテムを駆使して仲間と共に世界を取り戻しましょう。4人協力プレイのストーリーキャンペーンで高難易度ミッションのクリアに挑戦したり、ソロでもプレイ可能。さらに最大8人で楽しめる PVP モードも搭載し、クリーナーだけではなくゾンビであるリレンになって参戦することも可能とのことです。バック・フォー・ブラッドは最大4人で協力プレイが可能。2021年10月13日リリース予定、日本語対応の作品です。バトルフィールド2042、2021年10月23日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は13万3847人、販売価格は8700円。最大128人で対戦協力プレイが可能。マルチプレイに特化した近未来テーマの BF 最新作。本作はマルチプレイに特化し、シングルプレイキャンペーンはなしというゲームシステム。ゲームモードは3つ。コンクエストモードとブレイクスルーモードでは128人での対戦が繰り広げられる。そして新たなゲームモードは最大4人の分隊規模でのゲームプレイができるハザードゾーンに加えて、情報未発表の第3のモードも展開されるとのこと。新世代機 PC 版は128人ですが、PS4、Xbox One 版は最大64人になるみたいです。本作ではクラス陛下に代わる新たなシステム、スペシャリストが実装。それぞれの特徴が異なる10人のスペシャリストが登場予定です。プレイヤーは固有の特性と特技を持った10人のスペシャリストから1人を選んでプレイしていくことになります。無秩序な近未来の世界を仲間と共に乗り越える次世代 FPS。バトルフィールド2042は最大128人で対戦協力プレイが可能。2021年10月23日リリース予定、日本語対応の作品です。ダイイングライト2ステイヒューマン、2021年12月7日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は21万8602人、販売価格は8770円。最大4人で協力プレイが可能。7月現在時点で Steam の発売前フォロワー数ランキング第2位の期待の作品ですね。ポストアポカリプスの世界で高難易度のゾンビサバイバル。前作ダイイングライトから15年が経過した世界、自らの過去の謎に迫るべく放浪する主人公エイデン・カルドウェルが人類最後の砦となる都市シティにやってきたところから物語が始まる。シティは3つの勢力に分裂した状態で、どの勢力に味方するか敵対するかで物語は変化していきます。シティの運命を変えるのはプレイヤー次第という物語。本作はゾンビサバイバルとパルクールアクションが特徴の作品。街中を爽快なアクションを駆使して走り回り、探索して素材を集め、武器やアイテムを作成してゾンビと戦っていく。前作のダイイングライトのレビューを見ていると、かなり高難易度で難しいと書かれていましたが、本作もかなり手応えのある作品に仕上がっているのではないでしょうか。ダイイングライト2ステイヒューマンは最大4人で協力プレイが可能。2021年12月7日リリース予定、日本語対応の作品です。探知2021年内リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は14,551人、最大4人で協力プレイが可能。ローグライク要素のあるベルトスクロールアクション。舞台は世界最大の熱帯雨林アマゾン。手書きの美しいアマゾンの世界を旅しながら巨大なボスを倒し、古代の術をマスターする。物語はペルーの民話を元に描かれており、4人のキャラクターから1人を選び、アマゾンの奥地を這いずるモンスターの群れをパンチやコンボ、魔法攻撃などで敵を倒し、神秘的なアマゾンの秘密を解き明かすといった内容。ポップな手書きキャラが暴れ回るクラシックなベルトスクロールアクション。探知は最大4人で協力プレイが可能。2021年内リリース予定、日本語対応の作品です。イービルウエスト2021年内リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は6416人、人数は分かりませんが協力プレイは可能。西部劇風の世界観でヴァンパイアハンター。吸血鬼の脅威によって絶滅の危機に瀕するアメリカ合衆国を救うヴァンパイアハンターの戦いを描くアクションシューター。プレイヤーは極秘ヴァンパイアハンター機関の最後のエージェントとなりアメリカを救うことが目的。戦闘はデビルメイのようなスタイリッシュなアクションで、主人公は銃や近接攻撃のほか、稲妻を燃料とするガントレットやガジェットを利用して戦うプレイスタイル。さらに武器や主要道具をアップグレードすることも可能。ソロおよび何人かは分かりませんがマルチプレイにも対応とのことです。イービルウエストは2021年内リリース予定、日本語対応の作品です。スカイクライマーズ2021年内リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は6100人、
人数は分かりませんが多人数参加型と記載あり。街づくりをメインにしたオープンワールドアクション。本作は美しい自然の中で王国を築き上げるシティビルディングをメインとした作品です。プレイヤーはパラディン、メイジ、レンジャーの3つのクラスから1つを選んで冒険に出る。木を切って材木を手に入れ、石を採掘し、小さな村を拡張していく。やがて人々が集まり始め、通貨や資源を管理して王国を繁栄させていく。この世界には既存の王国も存在しており、日本建築をベースにしたような王国もあるみたいです。また都市建築だけではなく、自動生成される広大なオープンワールドの草原、火山、海、森林など様々なロケーションを探索して、世界に隠された古代の謎を探すといった要素もあるみたいです。スカイクライマーズは2021年内リリース予定日本語対応の作品です。アンビル2021年内リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3600人。人数は分かりませんが多人数参加型との記載あり。見下ろし型視点の SF ローグライクアクション。プレイヤーは宇宙に散らばった外界文明の遺産ボルトを探す組織アンビルの隊員であるブレイカーとなり、未知の銀河を探索する。銀河系の惑星はランダム生成され、様々なボスが登場し、困難を乗り越えギャラクシーボルトを見つけて新たな能力を手に入れる。100種類以上の異物アイテムと数十種類の武器を見つけて最強のブレイカーを作り上げる。大量のモンスター、巨大なボス、弾幕シューティングのようなド派手な戦闘が面白そうですね。アンビルは2021年内リリース予定日本語対応の作品です。エスケープシミュレーター2021年内リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1061人。人数は分かりませんが多人数参加型との記載あり。一人称視点の本格謎解き脱出ゲーム。室内に設置されたあらゆるものを手に取り壊したり焼いたり溶かしたりして謎を解きタヤから脱出する。多人数参加型の協力プレイモードと記載があるので、フレンドと一緒にそこそこ難しそうな謎に挑むのも楽しそうですね。脱出ステージは全15室、古代エジプトの迷宮や宇宙船内などとんでもステージが用意されているみたいです。体験版は3部屋遊ぶことができますが日本語未対応です。エスケープシミュレーターは2021年内リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。イカロス2021年8月13日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は48,222人。最大8人で協力プレイが可能。異星を舞台にした SF サバイバルアドベンチャー。舞台はテラフォーミング実験の失敗により植民地化が断念されていた惑星イカロス。しかし異星生物学者が発見した植民地化失敗の原因であるエキゾチック物質に新たな関心が寄せられることになります。大きな価値があることが判明したエキゾチック物質はゴールドラッシュの火付け役となります。プレイヤーは軌道上に浮かぶ宇宙ステーションからイカロスの地上に降り立ち惑星開拓を進め様々なミッションを達成していくといった内容。本作の特徴は活動時間に制限があること。プレイヤーは大気汚染によりイカロスに長期滞在することができず、特定の時間のみ頭上を通過する軌道ステーションに帰らなければなりません。時間制限のある SF サバイバル、緊張感のあるゲームになりそうですね。イカロスは最大8人で協力プレイが可能。2021年8月13日リリース予定の日本語未対応の作品です。エイリアンファイヤーチームエリート2021年8月25日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は 17,477 人。価格は4,880円。最大3人で協力プレイが可能。映画エイリアンの世界を舞台にしたサバイバルシューター。本作は映画エイリアンの3部作の23年後を舞台とした物語。プレイヤーは USS エンデバー号に乗り込む植民地海兵隊コロニアルマリーンズの一人として緊急信号を受けたコロニーの実態調査へ向かう。そこでは恐るべきゼノウォーフの群れと企業の隠された秘密、そして古代のエイリアンの遺跡がプレイヤーを待ち受けているといった内容。最大3人のプレイヤーがクラス、武器、装備、パークを選んでエイリアンとの戦いに挑む。地球外生命体の脅威はあらゆる角度からプレイヤーに襲いかかる。壁や天井をよじ登り、暗闇から猛烈な勢いで襲ってくるのでチームで戦術を駆使して生き延びましょう。エイリアンファイヤーチームエリートは最大3人で協力プレイが可能。2021年8月25日リリース予定日本語未対応の作品です。ブレイクウォーターズ2021年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は 11,985 人。人数は分かりませんが多人数参加型との記載があり、
自動生成された島々が広がる360平方キロメートルにも及ぶオープンワールドを舞台にサバイバルを繰り広げるアクションアドベンチャー。本作の特徴は水を操ることができる流体表現。クリスタルと呼ばれるアイテムを使って海を割ることができたり、建築要素を駆使すれば谷を湖に変えたり、低地に洪水を起こしたりすることができます。物語は海底に眠っていた古代文明の兵器であるタイタンが目を覚まし、この世界を破壊し始めた。主人公は世界に散らばる不思議なクリスタルを集め、その能力を使いタイタンと戦っていくといった内容。ランダムに生成される島々を巡り、ユニークなバイオームで満たされた360キロ平方メートルにも及ぶ広大な世界を探索するブレイクウォーターズは2021年内リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で今後発売予定のコープ協力プレイができる面白そうな作品を紹介していきました。気心知れた友達とワイワイ楽しんだり、知らない人と協力プレイで仲良くなったりできるかもしれませんね。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。